さあ皆さん、元気ですか？チョコレートを食べてますか？なんとですね、今日は全くこねないちぎりパン、こちらご紹介したいと思います。ぜひ最後まで見てください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。強力粉、ココア、塩、チョコレート、あとお砂糖、上白糖とイースト、バター、お水、生クリーム、これ作っていきます。はい、これ材料のお水なんですけど、お水と生クリームですね。これ一緒にして、ラップをして600ワットで1分加熱してください。で、もし生クリームが嫌だったら牛乳でもこれお水に変えちゃってもいいんですけど、生クリームが入った方がしっとりふわっと焼けるので生クリームおすすめです。じゃあこれ温めておきます。はい、じゃあこれ強力粉なんですけど、もうここに全部入れちゃうっていうもう簡単な作り方でやっていきます。まずココアですね。ココア全部入れちゃいます。いつもは事前に振ってって言ってるんですけど、今日は振る必要はなくてもう全部入れるやり方です。で、お塩入れちゃいます。で、あとイーストとお砂糖なんですけど、これだけ先にイーストをお砂糖に入れてください。なんでかっていうと、イーストって直接お塩に触れちゃうとちょっと効果がね薄まるんですよ。綺麗に膨らまなくなってくるので、お砂糖に混ぜてあげてこっちに入れます。まずこれを混ぜてあげて、もうそんなねしっかり振るとか今回は気にしなくて大丈夫です。最終的に結構混ざるのでこのままやっていきます。はい、そんな混ぜてないですね。で、さっき温めた液体ですね。お水と生クリームが入ってます。これも入れていっちゃいます。はい、今入った状態ですね。これも急がず少しずつこうやって混ぜていってください。はい、これ今こね混ぜてただけなんですけど、普通だったらこの生地をねこう薄く膜が張るまでとかやるんですけど、もうそんなの一切気にせずに粉っぽさがなくなりました。そしたらもうこんな感じですね。ただの塊みたいになっちゃうんですけど、ここにバターを入れていきたいと思います。はい、この後バターなんですけど、こうやって柔らかい状態ですね。柔らかい状態じゃないとこの生地に入っていかないので、これ結構重要です。これ入れます。そしたらこれをこうやって生地になじませていってください。これ今混ぜてるんですけど、こんな感じですね。これ下から上げてこっちにこう押さえてあげる。下から上げて押さえてあげるとちょっとだけ張ってくるんですよ、生地が。そんな大して気にしなくてもいいんですけど、こうやって混ぜるときにこうちゃんと下からすくって押さえてあげると結構生地が綺麗に混ざります。で、手も汚れないし、このまんまのこの使ったボウルでラップをして少しだけちょっと置いておきます。そうするとイーストが働いてこうブーって膨らんでくるので、そしたらまた次の工程に移っていきたいと思います。はい、これ結構膨らんだんですけど、2倍ちょっとくらいですね。これをこの後ちょっと分割していきます。ちょっとやっていきますね。ここに出します。もうすごいふわふわですよ。ふわっとしてる。こんな感じで、今手にもつかないんですけど、一応これ強力粉をパン屋さんらしく強力粉を振ってですね、これを置きました。で、ひっくり返して、で少しこうやって潰してあげます。これも全然気にしなくてこうやって潰してもいいですし、ちょっとこう余分なガスをね潰してあげてる感じです。で、これを 4×4 の16等分にして型に入れていくっていう作業をやっていきたいと思います。これ16等分なんで、まず4等分にして、それをさらに4等分にします。で、これもう別にプロの現場じゃないんでお家で食べるだけなんで大体です。で、本当に細かくやりたいんだったらグラムを測ってください。はい、これとこれ全然サイズが違うんですけど、そういう時はちょっと取ってあげてこっちに合体させれば全然大丈夫です。はい、これ分割したんですけど、これをこの後丸めていきます。で、丸めて
中にこれチョコレートなんですけど、これを何粒か包んで丸めるっていうのをやっていきたいと思います。これまず潰してあげて、今潰れました。で、ちょっと折って、今4等分に折りました。で、さらにこうやって潰してあげて、このね、手の硬いところで潰すといいですよ。もう楽しくやってください。それで、ここにチョコレートを入れます。で、包んでください。今これひっくり返した状態。で、これをちょっとこうやって表面が張るように、こうやって引っ張ってあげるんですよ。今僕親指でこっちとこっちに引っ張って。で、今度90度傾けてこっちとこっちに引っ張って。で、最後ここをつまむ。こんな感じです。これを全部やって型に並べていきたいと思います。はい、今日型なんですけど、四角いやつでやっていきます。で、一応内側にこれ加工されてくっつかなくなってるんですけど、クッキングシート引いておくと安全なので、一応今回は引いてます。これにちょっと並べていきます。はい、これこの後濡れ布巾をかけていただいて、倍になるぐらいのサイズまで発酵させてください。結構膨らむんで、ぷくっと。で、そのまま置いて、その後焼いていきます。はい、いい感じに膨らみました。2倍ぐらいですね。で、焼いていくんですけど、この段階でオーブンを150度に予熱してください。温度が達してなくても、もうそのままスイッチ入れて焼いちゃって大丈夫です。で、さすがにちょっと手抜きすぎてるんで、デコレーションだけこれ強力粉ですね。少し余ったやつを表面に振ってあげます。そうすると焼いた時ちょっと模様になって可愛らしくできるんで、これで焼きたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、できたパン食べてみたいと思います。めちゃくちゃ簡単でしたよね。ふわっとしてるし。すごい柔らかい。うまい、これ。ちょっととろっとしてるのが結構いいですね。さあ、これポイントのおさらいですね。これ、こねなかったんですけど、その代わり、しっかりと混ぜてほしいんです。混ぜて粉気がなくなったらバターを入れてください。そこでしっかり混ぜて、その後発酵ですね。で、この発酵が2倍ぐらいにこうぷくっと膨らむのが美味しさの秘密です。で、分割とかこう細かく分けたんですけど、もうそんなの適当でいいんですよ。で、その後に型に並べて、そこでさらにこうぐぐっとこうふっくら発酵させることが美味しさの決め手です。それさえ守ってもらえばめちゃくちゃ美味しいパンができますので、ぜひやってみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。コメント、チャンネル登録お願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。